サワディーカー。青の旅時間。骨折した足でぐるっと三国。いよいよ旅も終盤に差し掛かってきました。今回はジョージア編の後編をお届けします。当初はこれで最終回の予定だったんですが、市場やスーパーの様子は別動画にすることにしたので、今回はラス前ってことになります。本編も合わせてもうしばらく私と一緒に旅時間を楽しんでいただけたら嬉しいです。前回はアルメニアへの日帰り旅行をお届けしましたが、その前のジョージア前編はご覧になりましたか？まだの方はぜひチェックしてください。ジョージアの魅力がもっと伝わると思います。それからこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。さて今回はトビリシ市内観光をザクッとした後、またワインの名産地カヘティ地方へ移動します。今夜はバンコクから飛んでくる友人親子と合流予定なんです。トビリシのホテルをチェックアウトして、桜トラベルの車に荷物を積んで、まずはホテルのすぐ近くにあるメテヒ教会の高台へ。ここにはトビリシの建設者とされるワフタング一世の騎馬像も立っています。ここからトビリシの街がぐるっと一望できて、まさに絶景。本当は有名な温泉にも行ってみたかったし、ナリカラ峠に登るゴンドラにも乗る予定だったんですが、時間がなかったり風が強かったりで今回は断念。ホテル滞在中、朝散歩する時間はあったんですが、骨折した足では億劫になっちゃってね。友人たちはそれぞれお出かけしてたみたいです。ガイドさんによると、この中にはジョージア正教会の大聖堂や礼拝堂だけじゃなく、アルメニア首都教会、イスラムのモスク、カトリック教会、ユダヤ教のシナゴーグまで様々な宗教施設が共存しているそうです。いろいろあった歴史を超えて、これが今のトビリシなんですね。眼下に流れるのはクラ川、ジョージア語ではムツクワリ川とも呼ばれています。このボートは何をしてるんでしょうね。パトロール中かな。この川でリバークルーズもできるみたいですよ。車で少し移動して旧市街のお散歩です。この後結構歩くことになるんですが、骨折した足もだいぶ回復してきて、歩くのが楽になってきました。まずやってきたのはシオニ大聖堂。藤の花が綺麗ですね。ここは6世紀に建てられた由緒ある教会で、ジョージア正教会の重要な宗教施設なのだそうです。土曜日で何か行事があったのか、中には入れませんでした。この辺りは旧市街のエリアになるんですかね。大聖堂から歩いていくと飲食店が並ぶ通りに出ました。まだ午前中なので準備中のお店がほとんどですが、夜になるときっと賑やかになるんでしょうね。目に浮かぶようです。こんな場所で通りを眺めながらのんびりお茶したりワイワイ飲んだりできたら楽しそうですよね。どうしたの？あら、ワンコたち店の前に気持ちよさそうにだらん。親子なんですかね。かわいい。邪魔じゃないか聞いたら、かわいそうだからそのままにしてるんですって。そういえばジョージアには猫が多いと聞いていたので、猫の写真がいっぱい撮れると期待してたんですが、意外とあまり見かけないんですよね。寒いからかな。その代わり犬は思っていた以上にたくさんいて、ちゃんと駐車済みの印、タグもついているから近寄っても安心なんです。猫かわいい。アイスクリーム屋さん？本物になかなか会えないので、思わずここでめでたりして。お店の前にもいますね。きっとオーナーが猫好きなんでしょうね。このフルーツ屋さん、すごいボリューム。
もりもりですね。ジュース屋さんなのかな。いきなり近代的な橋に出ました。何度か車の中からは見てたんですが、こうして下から見るとまた印象が違いますね。この橋は平和の橋というそうです。2010年に完成したガラスと鉄でできたモダンなデザインで、旧市街と理系公園をつなぐ人気の観光スポットです。今回は時間がなくて橋の途中で U ターン。次に来た時は向こう側まで歩いてみたいです。それにこの橋のたもとからリバークルーズもできるみたい。やり残したことがどんどん溜まっていきますね。あ、この工事中のサインなんか気になる。かっこいいですね。散歩を終えて車に乗って市内中心部のリバティスクエアを通ります。向かった先はソロラキの丘。ここはジョージアの母が立っています。右手の向こうの丘の中腹には植物園があるそうです。ここも次回行きたい場所リストに入れておかなくっちゃ。近づくにつれてどんどん迫力が。高さ20メートルのアルミニウム製の巨大な女神。1958年トビリシの建設1500周年を記念して建てられたものだそうです。いい眺め。女神はいつもここからトビリシの町とジョージアの人々を見守っているんですね。天気のいい日も悪い日も。でも私は晴れた日にまた来たい。ゴンドラにも乗りたい。ちなみにこの丘徒歩でも登れるそうですよ。近づきすぎてもはや映せてないんですが、この女神像、右手に剣を持ち敵には勇敢に立ち向かい、左手にはワインを持って友人や訪問者は手厚くもてなす。まさにジョージアの精神を象徴する街のシンボルであり、トビリシの人々の誇りでもあるそうです。美しい神々しい横顔。この後はバザリ・オリベリアーニという市場というかモールを見学しました。その様子はまた次回の動画でご紹介します。ということでトビリシ市内観光はこれにて終了。お楽しみのランチタイムです。この後長旅になるのでここでしっかり栄養補給って毎回ついつい補給しすぎなんですけどね。野菜が食べたくて注文したインゲンとトマトとミントのサラダ、色が綺麗。ガイドさんおすすめのシーザーサラダはチーズもりもり。そしてやっぱりヒンカリ、毎日でも食べられますね。なかなか名前が覚えられないおじゃくり。家庭的なという意味の名前が由来で、ジョージアの家庭料理の定番なんだそうです。そしてハチャプリですが、またしても船形の卵のっけハチャプリ、今回も出会えず。なんでこんなに縁がないのかしら。ジョージア正教会の四旬節で断食中のドライバーさんですが、この日は肉は NG だけど魚は食べてもいい日なんですって。そこで出てきた魚料理がこちら。魚にジャムと思ったら、これはザクロのソースでした。甘さはほんのり酸味があってお肉にも合いそう。
そしてこのスイーツも赤いけどあんまり甘くないんです。ほんとジョージアの料理って私好みなんですよね。ごちそうさまでした。さあワインの里カヘティ州のテラビへ向かいます。3日目にも滞在したシュフマンワイナリーでバンコクからの友人家族と合流です。山越えでホテルまでは約2時間の道のり。それにしてもなんですかこのお天気、お先真っ白。友人のお嬢さんは車酔いしてちょっと辛い道のりになってしまいました。この道じゃ仕方ないですかね。カーブもすごいんです。はい、シュフマンワイナリーに到着しました。なんと前回と同じタイプの部屋を予約してましたが、エアコンの故障で私と友人親子は特別にコテージに変更になりました。今カートで送っていただいているところです。結構遠そうなので骨折中のこの足では毎回カートをお願いすることになりますね。2度目のシュフマン、最初旅行会社からの提案はアゼルバイジャンの後に2泊して飛び利しで最後までのんびりというスケジュールでした。でも旅の締めくくりは盛大にワインを飲みたいというわけのわからない理由でシュフマンに2度滞在するというちょっと変則的な旅程になりました。後から合流する友人家族もワイナリーで会いたいという希望でしたし、結果大正解。最後存分に飲むことができたわけで、この動画最後まで見てくださいね。私のスケジュールはこれから旅する方の参考にはあまりならないかもしれませんね。でも旅先でそれぞれの魅力はちゃんとお届けしているつもりです。いかがでしょうね。よかったらチャンネル登録をお願いします。それにしてもどんだけ広いのって感じですね。やっと着きました。立派なコテージです。あらちょっと素敵じゃないですか。リビングも広いしキッチンもあるし、ここで宴会したい。いやここに長期滞在してみたい。どんだけするのかしら。お部屋は2部屋ちゃんとあります。エアコンもついていました。シャワーとトイレ、バスタブはないですね。友人たちはホテルのサウナを予約してました。こちら友人親子の部屋、同じような作りです。そしてリビングにはなんと暖炉が本物ですよ。しかも薪の。電気式の暖炉は何度か見たことがありますが、薪で実際に火をつけるのは初めてです。秋田の田舎で薪ストーブはありましたけどね、なんか違うんですよね。火をつけてるのはホテルの方です。暗くなる前にちょっと外の景色を眺めてみたら、これもまた素敵。4月中旬でもコーカサス山脈にはしっかり雪が残っています。もう移動の疲れも忘れてあれこれはしゃいじゃいました。そんなところにバンコクからの友人家族も無事到着との連絡が。レストランで合流して無事に会えたことに乾杯。彼らは食事をしっかり、私たちはやはり昼の食べ過ぎが響いて軽く。それにしても何ですかねこの色、怪しい店みたいで美味しそうじゃない。いやちゃんと美味しかったんですよ。この後ワインを追加でオーダーして部屋に戻ってリビングでも乾杯。おはようテラビー。明日の朝は早朝に空港へ向かうので実質今日が最終日です。今日は予定を大幅に変更して私たち向けの特別プログラムを用意してくれたそう。楽しみです。
ホテルの朝食は先日泊まった時はオーダー式でしたが、今日は日曜日で宿泊客も多いためかブッフェ式になっていました。お行儀悪いかな、すみません。食べないのに蓋開けてるのは撮影用というより、いつも一通り全体を確認してから何を食べるか選ぶためです。そばの実がありました。やはりこちらでは普通にご飯のように食べられているんですね。例によってランチの時間が遅くなるかもしれないので、しっかり食べておきました。今日はいいお天気です。まずは市場へゴー。宿から車で15分のところにあります。テラビーの街の中にある市場なのですが、想像以上に大きくてびっくり。これはこれで1本の動画にまとめたくなっちゃったので、次回お届けします。野菜好き、市場好きな方はどうぞお楽しみに。そんな方どれくらいいらっしゃいますかね。ぜひコメント欄で教えてください。市場を後にして向かったのはアラベルディ修道院。まずは入り口すぐの場所でスカーフを持っていない女性は頭と腰を隠すための布を借ります。アラベルディ修道院は11世紀に建てられたジョージアでも屈指の歴史ある修道院で、ジョージア正教会の4大聖堂の一つとされています。さらにここは伝統あるワイナリーとしても有名。ブドウとともに歩んできた歴史があるそうです。ちょうどこの日はブゾバと呼ばれるジョージア正教会の特別な日でした。イエス・キリストがエルサレムに入場したことを祝う日で、人々はその時を象徴する枝を手に持って礼拝に集まります。修道院の外観はあちこち修理中でちょっと残念。中に入るとチョハという民族衣装を着た方がいて、剣を見せてもらったりお話を聞くことができました。ちなみにこちらはチョハ姿のティラムズ・レジャバ駐日ジョージア大使。写真をご自由にお使いくださいと X で見かけたので拝借してみました。素敵ですね。さて、教会内部に入ってみます。この厳かな祈りの場の空気にこちらの身も引き締まります。ところでこの場面を見て何か気づきませんか？これまでにもいくつかジョージア正教の教会をご紹介してきましたが、どこも共通しているちょっとした違和感。そう、椅子がないんです。これはジョージア正教会の伝統で、礼拝は立ったまま行うのが基本なのだそうです。神に仕える時間は座って休むのではなく、敬意を持って立ち続ける。その姿勢を大切にしているんだそうです。観光というより静けさの中で信仰の強さと深さを感じる心に残る時間でした。素敵な盛り付け、おつまみセットかな？ワインの試飲コースとかでしょうか？残念ながらこれは私たちのものではありません。ここはアラベルディ修道院の道を挟んだ向かいにあるレストラン。ジョージアではマッツォーニと呼ばれるヨーグルトを食べに来ました。実はこのヨーグルト、長寿研究で有名な矢守幸夫教授が元気な100歳がたくさんいる国としてジョージアに研究しに来て出会ったもので、その後日本でカスピ海ヨーグルトとして広めたのでした。ただジョージアにはカスピ海ないんですけどね。ここではそのオリジナルの菌を使ったマッツォーニが食べられるんです。プレーン、蜂蜜がけ、アイス、ケーキ。大人数だったので一口ずついろいろシェアして楽しめました。いやー、本気で美味しかった。帰国した今でもこのお店のマッツォーニの味を思い出します。この黒い部分はくるみの緑の皮を煮詰めたものですって。珍しいものをいただきました。小腹が満たされたところで今度こそランチかな。もう時間の感覚わけわかんないです。
私たちがヒンカリヒンカリとあまりに言うものだから、じゃあ作ってみたいですかと聞かれ、できるならぜひとお願いしていました。順番で手洗ってからヒンカリ作りましょう。ヒンカリは一応茹でるものだから、茹でてる間になんと今日のランチはお手製ヒンカリに決定。じゃあ皆さんどうぞこちらへ来てください。調理台にはすでに道具がずらり、準備万端。生地だけは時間の関係で先に用意してもらっていました。ちょっと塩と水と小麦粉だけのこねた生地になります。結構こねるときは力がかかるので硬い。触ってみてください。どのぐらいの柔らかさ。あと大体ヒンカリ作る前に少なくて1時間前で生地作って置いといて、それから作れるけれども、とにかく1時間は大事なんです。先生のお手本を見ながらみんなも挑戦。思ったようにうまく広がりませんね。先生のはすごく綺麗。この道具で型抜きをします。まだ伸ばすのに四苦八苦しているうちに先生のはたくさんできていました。お腹も空いているので早く作ってしまいたい気分でもあるんですけどね。ここもちょっと見かねて先生が手伝ってくれました。いよいよ包み方です。かたどって薄く伸ばした生地に包んでいきます。茹でた後に破れないように上手に締めてくださいとのこと。先生のお手本です。いやー、綺麗ですね。私も作っていたのでその間の撮影はお休み。気がつくと続々出来上がっています。なかなかの出来じゃないですか。で、アップで見ちゃダメですよ。だんだん要領を覚えてサクサク作っていく人と、もうお手上げとこねくり回した後に投げ出す人も。出来上がったヒンカリはこちらで茹でます。巻きに大釜、なんかいちいちかっこいい。茹で上がるのを待つ間、こちらのワイン作りマラニの見学です。ジョージアの家庭やワイナリーでワインを醸造保存するための場所です。ジョージア前編でもいくつか紹介しましたが、こちらでも地中に埋めた壺クベブリを使ってワインを作っています。この後はさあランチです。何ですかこのお料理の数々、そして美しいテーブルセッティング。ヒンカリ食べるだけだと思っていたので嬉しいサプライズ。なんか本当にすごくないですか？そういえば今更ですが、
ジョージアって一皿をみんなでシェアして食べますね。欧米の多くは箸やスプーンをつつき合うようなことはしないで、かたくなに一人一皿を貫くところもありますけどね。やっぱりジョージアって酒飲みの国ってことなんでしょうかね。100歳以上がたくさんいるのもマッツォーニだけじゃなく、家族でワイワイ大皿を囲んで乾杯しながら食事をする、そんな習慣も秘訣の一つだと思います。新たにテーブルに何か置いてますが、じゃじゃーん、お手製品狩りの入場です。まだ湯気が出てて美味しそう。続々と品狩りの入場。そりゃみんなでたくさん作りましたもんね。これはスイーツですが、ウイローに似てるような、やはり甘さ控えめ。ガンガンワインを注いでくださいます。ジョージアの宴会ではタマダという乾杯の達人がいるんですって。きついでし単なる乾杯じゃなくて、笑わせたり泣かせたり場を盛り上げる役目があるそうです。玉田の乾杯の後、ゲストも続いて口上を述べて乾杯。あの美しさはどこにもないです。日本にはないです。素晴らしさ。委員会が人も自然も料理もワインもすべて美しいアートのようなジョージアに乾杯ってことだったようです。乾杯。この乾杯、もしかして延々と続いていくってことですよね。ワイナリーのご厚意で延々と続きまして、このまま夜に突入。焼き品狩りまで出てきました。揚げ品狩りだったかな。こうしてジョージア最後の夜は過ぎていきました。本当に素敵なおもてなしをいただいて、とてもいい思い出になりました。帰りの峠越えはなんと雪。今回の旅はお天気にあまり恵まれなかったんですが、これまたすごい締めくくりとなりました。悪天候を想定して早めに出たのですが、順調に空港に到着。朝ごはんはラウンジで。私はまだ杖は必要でしたが、かなり軽快に歩けるようになっていたので、車椅子はいらないかと特にリクエストをしてませんでした。でもチェックインの時に、車椅子を使いなさい、トルコでの分も手配するからと言ってもらって、また甘えることになりました。感謝感謝です。ちなみに帰りもターキッシュエアラインで飛び立からイスタンブール経由、タイ航空のビジネスでバンコクまで戻ります。機内食もしっかり出ました。イスタンブールの空港ではまたお迎えがあって、車椅子用の昇降機を利用。この時も他に利用する方がいたので、ちょっと気が楽でした。本当に親切には感謝なのですが、トランスファーデスクの待ち時間だけどうにかなったらいいのになぁと思います。ラウンジで待ち合わせてた友達と合流できなかったんですよね。イスタンブール空港での乗り換えで車椅子をご利用の方は、その辺の時間を見込んでおいた方がいいかと思います。食事もしっかり、
無事にタイ帰国となりました。いかがでしたでしょうか。ぐるっとコーカサス三国旅行編はひとまずこれでおしまいです。アゼルバイジャン、ジョージア、アルメニアと回りましたが、ゆっくり裁縫したい場所ばかりです。いつかそんな機会あるかしら。これらの国々に行ったことのある人も、これから行く予定の人も、行くのはちょっと難しいかなという方も、青と一緒に旅時間を過ごしたと思ってもらえたら嬉しいです。よかったら高評価ボタンをお願いします。もしまだ見ていない動画がありましたら、ぜひ見てくださいね。次回はジョージアの市場へ GO！ チャンネル登録をしてお待ちください。それではまた。サワディーカー。